あなたは自分の中に説明できない暴力性を感じたことはありますか？遡ること55年前の1966年8月1日、シェリル・ボッツは恋人のドン・ウォールデンと共にある観光地を訪れていました。そこはテキサスにある有名な時計塔で28階の展望台からの眺めが人気の場所なんです。そろそろお昼だし下に降りましょうか。間もなく正午になるという時間帯、2人が階段に向かうと大きな荷物を持った修理工らしき男性が立っていました。シェリルがすれ違いながら男性に微笑みかけると、男性はとびきりの笑顔で返してきたといいます。何かいいことでもあったのかしら。展望台を立ち去るシェリルたちは知りませんでした。その男性が何をしに展望台まで上がってきたのか、そしてすぐそばに遺体があったなんて。テキサス大学で起こった犯罪史に残る銃乱射事件。精密な射撃技術と計画的で容赦ない犯行。善人で犯罪とは無縁と思われていた好青年が強行に走った理由とは。おっさっ、時を告げる人じゃなくて時計を作る人になれ。ケンちゃんです。誰よりも高みにいる女、闇闇子です。今回皆様にご紹介するのはテキサスタワー銃乱射事件でね、もう名前から物騒なね事件なんですけどもね。銃乱射事件って、なんかあんまりアルゴメトリでやってない気がする。本当に有名なところで言うとね、コロンバイン高校銃乱射事件とかね、いろいろあるんですけれども、今回のね、実はこの事件がきっかけでね、アメリカにある特殊部隊が作られるようになったっていうね、そういうきっかけとなる事件だったんです。というわけで早速見ていきたいと思います。見えないスナイパー。遡ること55年前の1966年8月1日、アメリカのテキサス大学にあるテキサスタワーで事件は起こりました。何者かがテキサスタワーから狙撃している。警察に第一報が入ったのは午前11時52分。それを皮切りに数々の通報が警察に入りました。犯人がいるのは地上90メートルにあるテキサスタワーの展望台。回廊型の展望台は360度自由にどの方向にも対応できるんです。さらに地上からは建物がちょうど犯人の姿を隠し、犯人の姿どころか何人いるのかさえ把握できません。テキサスタワーは犯人にとって最高に都合のいい場所となっていたんです。何もわからないまま犠牲者だけが増え続けていく現場。唯一わかっていることは犯人の射撃の精密さ。あまりに無駄のない射撃に最初人々は反戦を意図した演技だと思っていたんです。おいおい、こんな道端でパフォーマンスしたら邪魔だろう。しかしすぐにそれが演技ではないことに気がつきます。一人また一人と遥か上空から撃ち抜かれる人々。現場はすぐに恐怖に染まりました。被害者を救助する人、他の建物の陰に隠れる人、犯人は容赦なく撃ち続けるんです。駆けつけた警察は柱を遮蔽物にして近づこうとしたんですが、わずかな隙間を弾丸が通り被弾してしまうんです。なんとその間隔15センチ。めちゃくちゃやばいじゃないこの状況。何よ、やばいっすよ。高さね50メートルで距離400メートルのその距離からね、すごい正確に撃ってるわけですよ。もういや、そんなん見つけらんないわよ、普通。15センチのね、隙間を正確に狙えるってね、もうとんでもない腕の持ち主なんで、警察も安易に近づけなかったんです。そこで警察は次のアプローチを試みるんです。警察は軽飛行機を使って上空から応戦することに。しかし犯人の射撃の腕はここでも発揮されてしまいます。なんと犯人は銃弾を2発飛行している軽飛行機に命中させたんです。危険を察した警察は軽飛行機による応戦を断念。諦めて軽飛行機をタワーから遠ざけます。失敗に終わったように思われたこの軽飛行機。しかしこの軽飛行機の導入が大きな転機となるんです。犯人は一人だ。若い男性が一人。そう、今まで人数さえ確認できていなかった犯人の情報が明らかになったんです。さらに犯人が地上から目を離した隙にテキサスタワーの中に3人の警官が潜入することに成功。この時タワーに入ったのはラミロ・マルティネス、ヒューストン・マッコイ、ジェリー・デイの3人。さらには退役後にタワー内で勤務していた元空軍のアレン・クラムが合流。ヒューストンとジェリーがパニックを起こしている被害者の対応をし、ラミロ、アレンの2人がついに犯人がいる展望台にたどり着いたんです。慎重に扉を開けて展望台に入った2人は音を頼りに犯人の位置を割り出します。すげえな。この時幸いなことに犯人がいるのは2人が入ってきた場所の反対側、回廊型の展望台で正反対の位置にいたんです。相手は凶悪犯。しかも射撃の腕前は抜群。正面から撃ち合ったら勝ち目はありません。2人は右回りと左回りに分かれて進み、犯人を挟み撃ちにすることに。慎重に歩みを進めていくラミロとアレン。先に犯人と遭遇したのはアレンでした。アレンがとっさに発砲した音を聞き、ラミロも急いで駆けつけます。さらに下で被害者の対応をしていたヒューストンも駆けつけました。ラミロとヒューストンが現場にたどり着くと、ライフルを構えたアレンと片膝をついてアレンを睨みつける犯人が。ラミロとヒューストンは犯人に向かって容赦なく発砲。レボルバーが空になるまで無我夢中で撃ち続けたんです。そしてラミロ、ヒューストンの銃が空になった時、犯人はすでに力尽きていました。
午後1時24分、犯人死亡。事件後に判明した犯人の名前はチャールズ・ホイットマン。チャールズを知る人たちは皆口々にこう言ったんです。あのチャールズがそんな犯行を。チャールズはテキサス大学に通いながらボーイスカウトにも所属。向上心が強く家族を大切にする誰からも好かれる人物でした。そんな彼の日記に書かれていた内容、それは時々自分が爆発しそうになる。なんかがもう抑えきれなくなるってこと？どういうこと？後々ね、わかるんですけれども、チャールズの日記にはね、自分で抱えていたね、もう苦悩がね、記されてたんですよ。チャールズの苦悩の日々。軍隊生活はもう耐えられない。時々自分が爆発しそうになる。将来を真剣に考えようとするとまたしても自分が破裂しそうになる。本当に頭が狂いそうだ。まるで心の中に異様なものがすくっているような、そんな怖さをはっきりと感じる。事件前、日記にこのように書き綴っていたチャールズ。何があった？チャールズは幼い頃から成績優秀でピアノがうまく、ボーイスカウトでは世界最年少で最高位を取得する優秀な少年だったんです。羨ましいわ。そんな優秀な彼の人生が歪み始めたのは大学生の時。ある日、チャールズは少し羽目を外してしまい、泥酔した状態で帰宅。それが父親の逆鱗に触れてしまったんです。チャールズに詰め寄った父親は彼を思い切り殴り倒し、チャールズに暴行。そして立てなくなっているチャールズをプールに放り込んだんです。実はチャールズの父親は家族に対して容赦なく手を挙げる人物。チャールズもチャールズの母親も長年からの暴力に怯えて暮らしていたんです。この出来事をきっかけに家を出て海兵隊に所属したチャールズは海兵隊で優秀な成績を収め、士官昇進のために大学進学まで順調に進むんです。そして1962年には結婚もして平和な日常を手に入れたかのように思いました。しかし結婚生活に浮かれてしまったのか、チャールズの大学での成績は結婚を境に低迷。成績の振るわないチャールズに対し海兵隊は奨学金の援助を打ち切り、彼を海兵隊に呼び戻したんです。奨学金の援助を打ち切られたことをチャールズは不満に感じていました。なぜならチャールズが射撃の腕を磨いたのも、真面目に任務を完遂したのも、全ては奨学金という手段で大学で勉強するためだったから。射撃技術や奨学金で大学へ通っていた経験などから優秀な海兵隊員と周囲から評判だったチャールズ。一方で私生活ではギャンブルに入り浸り、氷菓子に通い詰め、禁止されていた武器を私的な理由で基地に持ち込むこともしばしば。そしてついに金銭トラブルがきっかけで軍法会議にかけられてしまうんです。会議の末、チャールズは30日間も拘束された上、90日間の重労働と降格処分。これを受けてチャールズは海兵隊を除隊してしまうんです。海兵隊を除隊したチャールズはテキサス大学へ復学。しかし学費を稼ぎながらの勉学は難しく、チャールズは集中するために薬に依存し始めるんです。なんでやねん。薬で一時的に勉強ができても長期的な効果はなく、徐々に精神にも影響が。だろうな。ついに大学中退を考え始めたチャールズを見て、妻のキャシーは精神科の受診を勧めるんですが、病院には一度しか行きませんでした。いるよね。病院行った方がいいのに行かないタイプの人。そしてついに最悪の決意を決めてしまうんです。1966年7月31日午後7時頃、チャールズは自宅にあるタイプライターで文章を作成していました。なぜこの手紙を書いているのか私自身理解ができない。もしかするとどうして私がこんな行動をとっているのか、その理由を書き残しておきたいだけなのかもしれない。最近精神科の医師に見てもらった。近頃恐怖と暴力的な衝動に苛まれているからだ。それにひどい頭痛にも悩んでいる。私が死んだら遺体を解剖して調べていただきたい。これ遺書ってことでしょ？いや、そうなんですよ。もうね、1966年7月31日、この日はですね、チャールズが事件を起こす前日なんです。そしてチャールズは手紙にこんな内容を記していたんです。いろいろ考えたが妻のキャシーを殺すことに決めた。今夜彼女を迎えに行った後殺害する。妻を殺す理由はやはりわからない。しかしこんな世の中で生きる妻をこれ以上苦しませたくはない。そして同じく母も殺す。母は彼女にふさわしい人生を送ることができなかった。それは暴力的な夫のせいだ。この暴力的な夫とはチャールズの父のこと。チャールズの母親はついに夫の暴力に耐えかね離婚したにもかかわらず、チャールズの父から必要に復縁要請を受けていたんです。だったら暴力すんな。そして手紙に書いてある通り、31日のうちにチャールズは2人を殺してしまうんです。少しでも苦しまないように、即死するように躊躇なく。躊躇なく家族そんなバンバン殺せるっていう理解できないわよ。無理。てかそんなこと思いつかないしね。ただ後に分かるんですけれど、チャールズはですね、犯罪者の家族として生きるってことになっちゃうんで、自分の家族が。もうその苦しみから解放してあげたって言ってるんですよね。気遣いでもなんでもないわよ、それ本当に。何なのわがままなのてかじゃあ犯罪すんだよってね、そういう話なんですけど。暴力的衝動って書いてるけど、結局乱射事件は衝動的な感情によるものだったわけよ、これ。事件当日のチャールズっていうのはすっごい冷静でね、もうまるで衝動的に起こした事件ではないとも言われてるんですよね。完璧な犯罪計画。
事件当時チャールズはガンショップ3店舗で大量の武器を購入、さらには複数の食料品や生活用品も買い揃え、長期の籠城を想定した準備を整えたんです。買い物を終えたチャールズは一旦自宅に帰宅すると、購入した武器の改造、海兵隊で重火器の扱いに関してはプロ級の腕前を有しているチャールズ、武器の改造など朝飯前なんです。こうして準備を整えたチャールズが向かった場所は今回の舞台、テキサスタワー。テキサスタワーはテキサス大学にある時計塔で28階建て、高さ93メートルを誇る観光スポットとして一般公開されているんです。何を隠そう、チャールズも事件のわずか10日後前に弟ジョンと共にテキサスタワーを訪れていたんです。事件の下見と合わせて愛する弟と最後に思い出を作りたかったのか。午前11時25分、チャールズがテキサス大学の駐車場に到着。工具店で借りた台車に武器や食品などを乗せ、いよいよテキサスタワーに向かいます。業者を装って平然とタワーに入っていくチャールズを怪しむ人物はいません。業務用エレベーターの前で待つチャールズに一人の女性が話しかけました。そのエレベーターは普段は電源が切ってあるんです。話しかけたのは受付を担当していた女性。チャールズを修理工だと思っている彼女は何の疑問も持たずに業務用エレベーターを操作。その行動に対しチャールズは何度も繰り返しこう言いました。ありがとうございます。どれほど感謝しているか、どうしたら伝えられるだろうか。修理工を装ったチャールズは大量の武器を運搬し、タワーの27階へ。目的の展望台へは27階から階段を上がっていく必要があるのです。展望台に着いたチャールズは午後から受付業務をする予定だったエドナ・タウンズリーを素早くショットガンで撲殺。さらには後から階段を上がってきた家族6人に向かい発砲。邪魔する者がいなくなったことを確認したチャールズは展望台の入り口にバリケードを設置、籠城を開始したんです。それはまさに一方的な虐殺。狩りといっても差し支えがないほどチャールズにとって有利な状況でした。チャールズからはあらゆる方向を狙えるのに対し、外からはチャールズの姿が一切見えません。石灰岩で作られた壁は頑丈で、大量の武器と食事も用意してあります。その結果、最初の狙撃から事件解決までに要した時間は96分、犠牲者の人数は15人。いやいや、犯人が1人だったからね、こうやって軽飛行機導入して気紛らわせてってできたけど、これがさ、今後もし2人以上でこういうことするやつら出てきたらさ、どうしちゃうのっていう。間違いなくね、警察側のね、死傷者増えてたでしょうね。上空の対策取られちゃったらおしまいじゃないの。闇野さん、安心してください。この事件をね、踏まえてアメリカではある特殊部隊が作られたんです。その部隊の名とは、メトラの皆さんだったら絶対聞いたことある、スワット。はあ。というわけで本日のメトラキーはSWAT とは Special Weapon and Tactics、 特殊武装及び戦術の略称で、通常の警察官では対応困難な重大事件に対処する目的で結成されたアメリカ合衆国の特殊部隊なんです。ロス市警のダリル・ゲイツ警視の指揮のもと、1967年に軍務経験者によって編成されました。一般的には銃乱射事件のような激しい戦闘場面で登場するイメージがあるんですが、実際の SWAT が犯人に対し発砲を行うことはほとんどありません。頻度としては100回出動して 1,2 回発砲するかどうか。しかし SWAT の事件に対する対処能力の高さは素晴らしく、大量虐殺などの凶悪事件だけではなく、麻薬取引や組織犯罪の捜査でもその能力を発揮しているんです。日本にも同様に特殊な事件に対応する専門部隊 SAT がいるんですが、 SAT と SWAT は名前が似ているだけでそのあり方は異なります。日本の SAT は機密性が高く、 SAT として独立した組織であるのに対し、 SWAT は人員の多くが他の部隊との兼務であり、犯罪抑制を意図してメディアにも存在を公開しているんです。確かにね、映画とかよく SWAT って見るけどね、ザ特殊部隊みたいなイメージが確かにあるもんね。そうっすね、なんかもうめちゃくちゃ精鋭部隊のね、イメージあると思うし、海外でもね、SWAT って人気ドラマでね、あるんですけれど、SWAT を作るきっかけになるような凶悪事件を起こしたチャールズなんですけど、実はね、彼がね、死後、医者がね解剖したんですけれど、医者によるとね、チャールズの体からね、あるものが見つかったというんです。チャールズの死後、手紙に書かれた通り、彼を解剖すると頭部にくるみ大の腫瘍が発見されました。つまりチャールズは癌を患っていたんです。脳内で発見された腫瘍がチャールズの言っていた心の中を救う異様なものだったのか。この腫瘍と事件の因果関係については専門家の中でも意見が分かれています。感情に影響を与える部分が腫瘍に刺激されて暴力的衝動が生まれたという説もあれば、検視を担当したシェナー医師は腫瘍とチャールズの犯行に関連はないと判断しているんです。手紙には暴力的な父への深い憎しみも書かれており、父親からの虐待がチャールズの精神を歪めてしまったと考える人もいます。メトラの皆さんはどう思いますか？